はい、どうも、しんです。本日もアークサバイバルアセンディットをやっていきます。本日はですね、コイン消えた？クラブアークの楽しみ方と注意点についてお送りいたします。アークサバイバルアセンディットに先日、クラブアークというコンテンツが実装されました。ジェニシスのようなミッションでコインを貯めて、そのコインで街中で買い物をしたり、カジノに行ってルーレットで景品をゲットしたり、ポーカーやデュエルで他の人とそのコインを掛け合ったり、いろんなコンテンツを楽しめて、今後も追加されていく楽しいコンテンツとなっております。また、各マップのゲームと切り離された別サーバーとなっているので、気軽に誰でも参加できるものになっております。ただ、少し注意しないと、せっかく貯めたコインがゼロになってしまっている部分があり得るので、その辺の注意点を今回ご紹介させていただきます。おまけで、ミッションの攻略にあたって少し気づきのようなものがあったので、そちらもご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編、どうぞ。ではまず、注意点の前に、クラブアークの基本的なお話をしていこうかと思います。クラブアーク、まず、モッドとなっておりまして、開始で始めた右側、モッドリストを開いていただきます。これのモッドの閲覧、今現状は一番最初に出てくるんですが、クラブアークというモッドがあるので、まずはこれをインストールしていただきます。少し時間はかかります。インストールができると、ローカルの方に関しては、いつものマップスタートをしていただくと、ここにクラブアークというマップができておりますので、こちらから入っていただくことができます。少し中に入っていたモッドが消えたっていうお話があるんですが、自分の場合は消えていないので、ちょっとそこの原因がどこなのかっていうのはわからない部分になるんですけども、また、そのモッドが消えたっていう方に関してはですね、ご自身の環境をコメントいただければと思います。自分が消えてないんで、ちょっとその原因を探ることができるかどうかはお約束できないんですが、何か分かればまた共有できればと思いますので、よろしくお願いいたします。一つ可能性としてクラブアーク入る前にモッドのアップロードはしておかないといけないのかもしれないので、ここだけご注意いただければと思います。次に非公式の人はちょっと自分は環境わからないので何とも言えないんですけども、公式の人に関してはマップを探す場所にこのようにクラブアークのマップが出ております。ここから参加するっていう方法と、このようにゲーム内のメニュー画面からクラブアークを押していただくと各サーバーに飛ぶことができます。特にトランスミッターやターミナルに行かなくても飛ぶことができます。ただし注意点にはなるんですが、飛ぶ場合に別キャラで行くことになるので、このキャラクターの体はおそらく公式上に残っています。なので、今自分は拠点とかもないんで、説明に入ってるだけなので、どうしようもないんですけども、自分の体を安全な場所に拠点内とかに置いている時に飛ばないと、ログインするとやられてるとかがあり得ますので、ご注意いただければと思います。ここでサーバーを選んでいただいて、開始をしていただくと、ワーディングが出ます。決定ボタンを押していただくと、今はもう入っているので出てこないんですが、サーバーを選んだ場合にダウンロードが始まります。結構な時間ダウンロードかかります。一回入ればそのまま参加が可能です。普通に入っている場合はダウンロード中にやられてしまうという可能性もあるので、そこもご注意いただければと思います。一回ダウンロード中にやられて元が壊れてしまったことがあるので、ここも一点注意していただければと思います。これでログインしていただきますと、中に入れます。基本的に最初はキャラ作成の画面になりまして、これはもともと入ったことがあるサーバーだったので、そのまま体がありましたけども、
初めて入るところに関しては、キャラ作成が必要になります。あともう一つ、ローカルに関しては、毎回キャラ作成されます。中に入りまして、まっすぐ進んでいただくと、左側ですね。ここに入っていただくと、このように衣装を選ぶことができるので、それぞれですね、好みの衣装に切り替えていただいて、一番下押していただくと、このように衣装を変えることができます。帽子かぶっていると帽子を非表示でしていただければ取ることもできます。この正面に行っていただいて、椅子に座るとこのように散髪もできますので、自由に変更が可能です。カラーも変えれますんで、キャラクターは自由に作り変えることができます。あとはですね、ここに入れば、ここでミッションを受けることができます。ただし、トライブを作っていないとミッションに参加ができないので、トライブ作成していただいて、スタートしていただくことができます。ここに関しては、ライブの方でお送りしてますので、ご確認いただければと思います。サロンに関しては、ワイワイするだけなんですが、この樽ですね、押していただくと、ビールが1コインで買えます。あと、バンクでここに入っていただくと、転送できるんですが、バンク来なくても、ここで転送ができます。あと、上のタブのリストからミッションを受けることも可能です。必ずしもミッションの場所に行かなくてもいいです。ただですね、こちらのカジノに関しては来ないとできないので、ポーカーテーブルが4つあるんで、4つの中でポーカーを楽しんだり、ルーレット、ちっこい方が500コインでできます。大きい方が750でできます。各ルーレットによって出てくる景品が違うので、景品内容を見ていただいて選択して回していただければと思います。いらないものを見つけた場合は、こちらのスクラップ場に来ていただいて、破砕できるものがあれば出ているので、それを掴んで左側のインベントリーに入れていただくと、何コインになるか出てくるので、スクラップアイテムでコインに変えることができます。ルーレットとかで不要なサドルとかが手に入った場合は、こちらを使ってコインに戻すことができます。もちろん少ないですけどね。その他、向こうから入ってくるんですけども、左右に分かれたところに、このように武器屋さんであれば、1000コインで武器を買えます。この購入に関してはランダムにはなるんですが、チャレンジしていただくと景品が手に入るというものになってます。テックなども手に入るようになってますので、これも一つです。その他、同じように防具屋さん。防具屋さんもこのようにテック装備からいろんなものが手に入ります。それぞれ手に入る品質も違ってきますので、そこは運次第ということになります。もちろんこのようにサドル屋さんもありまして、ここではテックサドルからいろんなサドルが手に入ります。今回のシャスタのサドルとかも手に入るようになってますので、運次第になりますが、ゲットすることができます。あとは入り口のすぐのとこなんですが、素材屋さん入っていただいて、このように1000ゴールドで素材が手に入るというものになってます。ちょっと素材によって手に入る個数は違ってくるんですが、ランクも分かれてますので、運次第となってます。あと、こっち側、ブティックって書かれている方に関しては、椅子の方見ていただくと、スキンとか、チビペットとか、あと武器と資材、料理とかもあるんですが、ゲットすることができます。これは500コインになってます。あとは全部1000ですね。あとは作り込みされている街の風景と、デュエル場とかもあるんですが、ミッションとして受けるようになってますので、ミッション受けていただいて、デュエル場に移動するというようなものになってます。以上がクラブアークの基本的な情報となります。続いてですね、注意事項のお話に入っていきます。まず、ここからの注意事項に関しては、公式のお話となります。ローカルの方は、毎回キャラ作成しないといけないぐらいで、あとは問題なく遊んでいただくことができます。この後の気づきの方にそのまま飛んでいただいて問題ないです。ただし、後々ですね、公式のクラブアークにも参加する可能性があるんであれば、ご覧いただければと思います。非公式の方に関しても、ちょっとサーバーの立て方次第になるので、一概には言えないですが、基本的にはローカルと一緒で大丈夫だと思います。
ただ、非公式でクラブアークをいくつか立てられているんであれば、同じような注意点が発生しますので、ご確認いただければと思います。ちょっと非公式はおそらくという部分になるんですが、詳しくはですね、サバ主さんにご確認いただければと思います。ここから基本的には公式の方、特にですね、みんなと遊ぶために、普段公式にいないけども、公式 PVE に入ったとかですね。PVP と PVE 違うので、そこで専用で PVE に来た人とかですね。逆に PVP のサーバーに行った人などは、今回注意しないといけないので、ご確認いただければと思います。ではですね、本題の部分になってくるんですが、まずはこちら、インベントリ開いていただくと、上の方にコインが見れます。もしくは通常画面の右下にコインが出てます。これが今現在所持しているコインになるんですが、このコインがサーバーに入った時にゼロになっているパターンがあります。これがですね、今メインメニューに戻ってきたんですが、このようにゲームに参加します。先ほど入っていたのがこちらのサーバーになります。NA の276のサーバーですね。ここからこのように新しいサーバー入る場合はキャラ作成の画面になりますので、これで名前付けるのを忘れずに作成していただきます。別のサーバーに移ってきたんですが、ゼロになってます。コインがゼロです。これ何をしたかっていうと、このようにですね、PVP クラブアーク262に来てます。PVE と PVP がサーバーが違うことになっているので、紐付きがされていません。なので、コインがないです。あと、このようにインベントリー内もないので、中身が違うことになってますので、ご注意いただければと思います。なので、PVP 内からですね、クラブアークで飛ぼうと思っても、PVP のサーバーしか出てきません。これは普通の公式サーバー内に入っていても一緒です。PVP は PVP、スモールサーバーはスモールサーバー、PVE は PVE となってます。このことによってコインがゼロで入ってしまうっていうことがあるので、ご注意いただければと思います。あともう一つ、ちょっと再現が今できないんですが、同じ PVE のサーバーでも入ってゼロコインになっている場合があります。おそらくなんですが、立ち上げてすぐとかですね、アップデートが入った後にすぐ入ったりとか、元のアップデートが入っているとかでですね、新しい別サーバーに入ると、セーブデータの紐付けがうまくいっていなくて、ゼロになる場合があります。これは同じ PVE のサーバーでも入ったことがないサーバーに入ろうと思うとゼロになります。この場合は一旦元々入っていたサーバーに入って、その中から転送で飛んだり、公式サーバーのマップに入って転送で飛べば、基本的には問題なく紐付けされますので、友達が行くサーバーに移動するっていうことはコイン持ったままできます。自分のサーバー上のデータとの紐付けの問題かと思うので、ゼロになっていても焦らずにですね、元いたサーバーに入っていただければ、基本的には問題がないので、ご安心いただければと思います。いきなりいっぱい貯めてる場合で何か集まりとかで別のサーバーに移動したとか、別のサーバーに入った時にですね、コインがないってなってしまっても、そこはご安心いただければと思います。ただし PVE と PVP のサーバーは違うので、そこは持っていくことはできないので、ゼロからにはもちろんなってしまうんですが、ただしですね、このように元いたサーバーに戻ってくればコイン残っておりますので、ご安心いただければと思います。完全に消えたわけではないので、PVE なのか PVP なのか、もしくはうまく紐付けされずにログインしてしまったのか、どちらかになるかと思うので、もし別のサーバーに移動する場合ですね、どうしても最初入ってゼロになってしまっているっていう場合に関しては、一旦元いたサーバーに入ってですね、もしくは通常の公式マップの方から設定開いてクラブアークへ行きたいサーバーですね、検索していただいて飛んでいただければ、EU でも NA でもどちらでもコインを持って移動することはできますので、ご安心いただければと思います。ではですね、ここからはミッションの気づきの点になります。
気づいている方は気づいていると思うんですが、自分はですね、気づかずにいて苦労していたので、一応共有しておこうかと思います。何かっていうとですね、ミッションに関して種類があります。このようにトレインのものとボブストールテールですね。で、ミニゲームの方で2種類3段階のランクがあるんですけども、上が羊を追っかけるもの、下がでドードを倒すものになるんですが、これですね、真ん中の上、羊を追うものとボブストールテールに関してはですね、それぞれ馬に乗って一人称で操作するというものになってます。一回入ってみますね。このように一人称で羊を追っかけるっていうミッションになっておりまして、羊を見つけたら投げ縄を投げるミッションになって捕まえるというものになっているんですけども、プラスアルファこういう赤い羊が襲ってくるんで、オスですね。駆使しながらメスを捕らえるっていうものになるんですが、これですね、一人称での馬の操作がヒーマウだと結構難しかったりします。これで結構苦労していたんですけども、これですね、最終的にこのようにポイントのところに納品をするっていうのをガンマの場合は4回繰り返すということになるわけなんですけども、結構ハマってたりはするんですが、赤い羊が邪魔してきたりとかですね、出てくるんですけども、これですね、一人称操作が難しかったりするわけなんですが、これ、捕まえるときはいいんですけど、満タンになったときとか行くの大変なんですけど、投げ縄持っているから一人称なんですが、Q ボタンで投げ縄直すとですね、普通に走れます。ジャンプもできます。なので、これで三人称で操作できるのでめっちゃ楽です。これどっかにはめ込むっていうのもあるんですけど、これはですね、一番上のボブストールテイルのトレインの方も、これはウェーブというか3つのミッションが重なっているようなものになっているんですが、これに関しては最初のターンが馬でトレインを追っかけるっていうミッションになってるんですけども、馬に乗ってピストルで撃ってスタートするというものになっているんですが、これもですね、Q ボタンで直すと三人称で操作できます。なんで加速とかですね、使えば結構便利になります。Q ボタンで持って撃つ。もちろん扉開けるのも撃たないといけないんで、いけないんですが、こういう時に走るのに、撃たないといけないんで、あそこの加速は取らない方がいいですね。こういうところはちょっと追えないところはですね、直して、撃って、ちょっと失敗したんですけど、こういう加速使う時とかでね、追っかけていただくと、これで撃てば壊せると。で、これで入る。また、ちょっと追っかけないといけないんで、飛んでですね、三人称で加速だったら余裕なんで、あとはこれだけ撃ってですね、また三人称で追っかけて、加速も使いつつ、撃っていただければ、追いつけるんで、これが結構苦労してたんでね。扉だけ開けて、三人称でまた追っかけて、重要であれば、撃ってですね。旦那をしてですね。で、これで、撃てばですね。三人称であと追っかけるということになりますんで、邪魔なやつは、でですね。今のは倒すところでしたね。それ撃てば倒せるんで、本当はここぐらいで多分いけると思います。ここで終える
アングルまで来れるんで、それでも打っていただければ。ちょっとミスってもですね、結構余裕持ってクリアできますんで、ここがね、全くできなかったんですよね。それを三人称にできるので、かなりやりやすくなると思います。ここからまた別ミッションになるんで、これをまたちょっと自分の目で見ていただければと思うんで、今回はここまでにしますね。なので、ここに関してはですね、かなりミッションやりやすくなるかと思いますので、気づいている方も多くいらっしゃると思うんですが、自分は気づいていなかったので、同じく気づいていない人向けにですね、今回はご紹介させていただきました。ぜひですね、ご活用いただいて、ミッション、自分一人でもいいですし、みんなでです回していただいて、コイン貯めて、カジノで遊んでいただければと思いますので、ぜひご活用いただければと思います。余談ですが、街中のドードを捕まえると、このように、コインが10枚手に入るんですが、この金色のドードを捕まえるとですね、コインが30枚になってます。そんな多くはないんですが、ミッション苦手な人はこれで貯めるのも一つです。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、クラブワークの基本的な情報と注意点についてご紹介させていただきました。ちょっとね、知らないと、あれ、コインゼロになった。今までのがまたアーク消しやがったってなるんで、消えてはないので、ご安心いただければと思います。いろんな人とですね、ポーカー勝負とか、あとデュエルとかもあるので、そういったところでコインをかけて人と勝負するっていうこともできますので、ぜひお役立ていただければと思います。先日ですね、参加型のクラブワークもさせていただいたんですが、また同じようにですね、ちょっと不定期にはなってしまうと思うんですが、参加型のクラブワークも継続的にやっていこうかと思っておりますので、通知ボタン押しといていただくと配信がわかるかと思います。一応チャンネルディスコードにクラブワークのロールを作っておりまして、チャンネル内で募集をかけたり、あとコミュニティ同士でも募集掛け合ってですね、一緒にミッション参加したりとかできるように作っておりますので、ぜひご参加いただければと思います。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。